こんにちは、大輔です。本日は疾病保障500万円をカバーした手法の解説をしていきたいんですけども、なんとですね、この手法無料なんですよ。0円ということで、こんな信じられない話があっていいのかっていうことなんですけど、この動画の中でですね、海外旅行保険自動付帯の銘柄の公開ですね、クレジットカード銘柄の公開もいたしますので、絶対に見ておいて損はないと思います。めちゃくちゃ高額な保証をね、お守りのように無料で手に入れてしまいましょうというね、ことです。で、多分こんなこと言う方もいると思うので、先にお断りしとくんですけど、本動画はですね、アフィリエイトとかではありません。完全にね、僕自身実践する手法のご紹介ということで、皆様に情報の還元させていただきます。定期的にですね、本チャンネル入国制限緩和の動画でお伝えする通りなんですが、アジア圏ではですね、タイ、ベトナムに続いてマレーシア、シンガポールがビジネス渡航をね、緩和していく流れになっていますよね。そしてアメリカですとか欧州ですとか、場合によってはね、隔離条件はつくんですけど、手続き上は観光客としての渡航が許されていると、少しずつですね、海外への扉開いていくことが想定されますよね。本日はその際に必ずや必要となるね、医療費保障を取得する具体的な方法についてお伝えしたいと思います。ちなみにね、本日ご紹介する方法はね、繰り返しになりますけど、ただですよ、ただ。0円だんで。皆さんね、心して聞いてみてください。こんなね、夢のような手法があるのかって耳を疑いたくなるかと思いますけども、こんなね、ケチケチ作戦を僕自身が取った方法、ご紹介をしてまいります。本日の流れはこちらになります。丸1、治療費として想定しておくべき金額ですね。100万なのか1000万なのか1億なのかね。万が一海外でね、病気にかかってしまった時、特にね、コロナだとかっていうと隔離生活が待ってますんでね、そんな時に、大いに越したことはないんですけどね、保証額が高ければ保険料も高額になってくるわけなんですよ。でね、大手の保険会社の商品ですと、治療費上限はだいたい1000万とかね、高いやつだと3000万とかの保険が渡航1回分あたり数千円とか、場合によっては数万円とかで販売されてる。そんな印象なんですよね。でもね、それを渡航する都度ね、払っていくっていうのは、正直面倒ですし、お金もかかるということでね、塵も積もれば馬鹿にならずということでして、丸2番ね、海外旅行保険付きクレジットカードの選び方ということで、今回の狙いはですね、クレジットカードの自動付帯による海外旅行保険によって、これね、カバーしていこうというね、せこいやり方なんですけど、徹底解説をしてまいります。そして丸3番、入国審査で提示するための必要書類、証明書取得の方法ですね。各国の入国審査によって保険の証明書の提示がね、求められるケースってあるようなんですよ。そんな時にクレジットカード本体をね、こう差し出したとしても、検査官によってはね、証明にはこれなりませんから、こちらのね、準備の方法、皆さんにご紹介をしたいと思います。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新状況をお伝えしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をお勧めさせていただきます。それでは、丸1から参りましょう。治療費として想定しておくべき金額ですね。これはね、ウェブサイトを見ながら解説をしていきましょう。まずね、僕が気になっているフィリピンの情報からですね、僕自身の話しますんで、今後ね、フィリピンが渡航解禁されたらね、それなりの回数行くと思うんですよ。そこでね、万が一コロナにかかってしまったら、じゃあ、果たしてどれぐらいかかるのかっていうことがね、フィリピンプライマーさんのページに分かりやすく解説されておりましたので、そちら皆さんと一緒に見ていきたいと思います。こちらのページですね。新型コロナの治療費にはどれぐらい医療費がかかるのでしょうかということですね。で、一概には言えないということなんですけど、軽症の患者をね、治療する場合は5万ペソですね。だから大体約10万円とかですね。生死をさまよう重度の患者を治療する場合は約80万ペソということで、200万弱はかかる場合もあるということですね。でも高額になってくるとね、特にご高齢の方、140万ペソ、300万円近い医療費だったり、場合によってはね、320万ペソということで、600万円以上のね、高額請求っていうのもあったみたいですね。治療費の詳細もね、ちょっと外部のページにありましたので、こちらも見ていきましょう。ここのページにね、書いてあったんですよ。これですね。いわゆる医薬品、錠剤とか注射などのね、医薬品の合計が
30万ペソなんで日本円60万円とかですね。で、あとは臨床検査ですね。17万ペソ、17万8000ペソ。緊急治療室の使用ですかね。ICU 等のね。17万6000ペソ、17万7000ですね、ほとんどね。あとは人工呼吸器を使用した場合、12万3000ペソということですね。あとは、ベッドルームを借りたりだとか、あと食堂の利用とかですね、こういったものを含めると5万5000ペソということで、だいたいですね、1.1 ミリオンってことなんで、110万ペソですかね。なんで日本円するとやっぱり200万以上、2、300万とかね、かかってきてもおかしくないということなんだと思います。それではね、フィリピンはね、それでも安い方だと思うんですよ。これね、アメリカでコロナにかかった場合の話をするんですけど、これはね、とんでもないですよ。62日間の入院で治療費がね、1億2000万円かかった。こんな恐ろしい事例があったようですね。これはちょっと極端な例だと思いますけどね、こういった場合もあると。で、平均を取るとですね、ここに書いてあった。だいたい平均治療費、コロナ患者の平均治療費が約450万円から800万円というふうにね、言われてますので、このあたりが保険をかけておくべきターゲットゾーンになるんじゃないかと思います。どうでしたでしょうかね。海外渡航におけるですよ、コロナの治療費、渡航する国であったりですとか、ご自身の年齢、重症リスクについてね、どこまでカバーを求めるのか、これによって上限が異なってきますので、こういった点注意していかないといけないところなんだと思います。僕の場合はですね、まずはフィリピンへの渡航回数が多いことが想定されますので、ターゲット価格としてはね、ちょっと余裕見て500万円ぐらいにしておきたいなというところです。では次行きましょう。2、海外旅行保険付きクレジットカードの選び方ですね。ここから医療費保証を取得するために複数のクレジットカード選択をしてまいります。そもそもクレジットカードに付帯する海外旅行保険のね、医療費保証、上限が合算できるってことは皆さんご存知でしたでしょうか？これね、めちゃくちゃ便利な制度なんですよ。例えばね、僕がいつもショッピングで使ってるカード A があったとしましょう。カード A をそのまま持って海外に行きました。そのカードには200万円の医療費保証があってですね、海外で入院したとしましょう。その時の治療費が400万円かかってしまったということですね。この場合、僕は保証されない金額がね、400万円マイナス200万円ってことで、結局ね、200万円の保証されない金額ありますので、この200万に関しては自腹での支払いが必要になってくるわけなんですよね。ですが、ここで裏技があるという話ですね。ここでね、もう一枚別のカード B を持ってる場合の話なんですよ。こちらの保証額もちょうどね、200万円あったとすると、このカード A の200万とカード B の200万のね、合計400万円で全額保証ができると、こういうわけなんですよ。めちゃくちゃ便利ですよね。ということで、ちょっとね、銘柄の説明をしていくんですけど、まずですね、僕自身が今持ってるカード、メインカードで使ってるものをご紹介すると、アメリカンエクスプレスの、ちょっとね、渡航も多かったので、一旦ね、ゴールドカードを申し込んでいたっていう経緯があったんですね。僕の場合はなんですけど、でこのね、ゴールドカード、アメックスのゴールドカードの保証額を見ていくんですけど、旅行代金をカードで決済した場合ですね、この場合の疾病治療費の保証額ですね、本人であれば300万円ということです。で、旅行代金カードで決済しない場合ですね、こちらに関しては疾病保証が最高200万円ということで、これも悪くはないというところですよね。でね、ここで注意があるんですけども、クレジットカードの海外旅行保険の種類にはね、大きく分けてこの2種類があるんですよ。自動付帯と利用付帯ですね。今ご紹介したように、カードを使って航空機のチケットとかをね、事前購入するなどのカード決済を前提とした保証、すなわちね、アメックスの場合だと300万円というふうにね、治療費が書いてありましたけど、これがね、カード決済してない場合っていうのは200万ということで、この最低限ね、保証できる200万というのが自動付帯と言われます。で、それに対してカードで決済をした場合ですね、旅行代金をカードで決済した場合につく保証に関しては利用付帯と言われますので、この点ね、ご注意いただく必要があるんじゃないかと思います。
なんでね、アメックスのゴールドカード、たまたま僕が持ってるもので言うと、大体ね、200万円とか、場合によっては300万円だとかっていう、例えばね、入院治療費が生じた時等もカバーされるということですね。はい。でね、これだと保証額が足りない恐れがありますよね。で、しかも万が一メインカードでね、航空券の決済しなかった場合っていうのは、こう安い方の200万円のね、自動付帯の金額になってしまいますので、他にもクレジットカードを付け足していこうと思います。皆さんに、これからね、銘柄ご紹介しますけども、これらはですね、なんと年会費無料のカードになっています。なおかつ、高額な海外旅行保険、疾病保障が付いているカードになりますので、めちゃくちゃおすすめです。まず第一ですね、エポスカード見ていきましょう。こちらのね、海外旅行保険、なんですけど、結構優秀なんですよね。疾病治療費270万円ということで、こちらがですね、自動付帯で付いてくるというから驚きなんですよね。そして次のカード、レックスカードですね。こちらに関しても海外障害保険ですね。海外旅行保険ついております。保証額としては自動付帯で200万円の保証がついておりました。あとはね、次ご紹介するのが横浜インビテーションカードですね。これで特に横浜に住んでない人も取れるみたいです。こちらも同じく海外旅行保証ですね。こちらついておりまして、保証額の上限が200万円ということになっております。これらのね、3つのカード今紹介させてもらいましたけど、いずれも年会費無料ということです。これはね、概要欄にリンクを貼らせていただきます。僕ね、繰り返しになりますけど、アフィリエイトとかでやってるわけではないので、安心してクリックね、してみてください。今回自分でも実際にエポスカードね、申し込み実施してみたんですよ。後で数日後に、僕の家に届くはずです。これで270万円のね、保証がゲットできますので、これにプラスしてメインで使ってるアメックスの、利用付帯だったとした場合に300万円が足し合わせられますのでね、万が一海外でコロナにかかって入院したとしても570万円までであれば保証がつく、そういった状態になるんですよね。アメックスで旅行券など購入しなかった場合でも470万円までは保証されますのでね、悪くはないですよ。で、少なくともね、僕がよく訪れるフィリピンで2、3週間ほどの入院になってしまった場合でも重症にならない限りっていうのは、この金額でね、おそらくカバーできるというふうに考えております。もちろんね、アメリカだったりね、欧州に渡航する際は、より高額な医療費がかかる場合が結構ありそうなんでね、先ほどご紹介した全てのメインカードを合算していただいても OK です。僕の場合はカードを入手すればね、メインのアメックスと合わせて最大で970万円までの保証を手に入れることができるという計算になりますので、これやっとけばもう最強ですよ。ということで次行きましょう。丸3。入国審査で提示するための証明書取得の方法ですね。各国の入国審査によって保証の証明書の提示が求められるケースがあるようなんですね。そんな時にクレジットカード本体を差し出しても検査官によっては保証にはなりませんから、こちらの準備の方法を皆さんにご紹介をしていきます。で、方法といってもね、とっても簡単なんですよね。カード会社に連絡をしていただいて、海外旅行保険の証明書を英語で発行してほしいですということを伝えるだけで OK です。実際ね、こちらエポスカードの例を画面に出してますけども、そのままですね、こちらに問い合わせくださいという風な案内になっています。僕のところにはまだエポスカード届いておりませんので、とりあえず手持ちのアメックスに付帯する海外旅行保険についてね、証明書をもらうことにしました。ちょっとね、電話で問い合わせをしてみましたので、一部だけ共有をさせていただきます。アメリカエキスプレスでございます。いかがなさいましたか？お願いいたします。海外旅行保険に関してお尋ねしたいことがあってお電話差し上げました。ご連絡ありがとうございます。こちらの保険の証明書のようなものっていうのはお願いすれば発行いただけるものなんですかね。海外渡航をする際に入国審査で一定量の海外保険がかけられてるっていうような条件のある国があると思うんですけども、そちらに渡航する際のその入国審査に、必要に応じて提出する目的の、証明書ですね。かしこまりました。保険会社さんの方で直接ですね、ご依頼いただければ発行できるというふうに伺っておりますので、なるほど。はい。番号をお伝えするのでそちらにお電話いただいてもよろしいでしょうか？わかりました。これはあれなんですね。アメックスさんが発行されるというわけではないんですね。も
そうなんです。あ、わかりました。保険会社の方での発行となってまいります。なるほど。ちなみになんですけど、こういったなんだ、こう証明書に関する問い合わせってやっぱ増えてたりするもんなんです。一般的なんですかね。私がお問い合わせしてる内容って。通報証明でございますか？はい。そうですね。直近だとやはり、渡航自体が難しいのであんまり聞かないですけれども、ええ。そういったなんていうんでしょうか、通常であればやはり夏休みですとか冬休みですとか、そういったシーズンには結構お問い合わせこちらの方にも入ってまいります、ね。じゃあ割と一般的なんですね。やっぱこういう証明書を取っていくっていうこと自体は。はい。ありがとうございます。参考になりました。はい、ありがとうございます。はい、どうも。この証明書のお話、すごく山本さんも分かりやすかったので、そのままおっしゃっていただければすぐ伝わると思います。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。またではこちらでも何かあればご連絡お待ちしております。はい、どうも。失礼します。それで失礼いたします。受付は自動音声で対応しておりますので、音声の指示に従って該当する番号を押してください。保険の証明書の、取得ができるかどうかっていうことをお尋ねしたくてお電話しました。かしこまりました。では、営業さんで抱えました保険の契約証明書という書記になります。こちらがよろしければ発行の受付をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。そうですね。あとですね、お尋ねしたいのがもう一点ありまして、そちらの証明書自体の有効期限みたいなものっていうのはあるものなんですかね。証明書としての有効期限はないんですけれども、一応保険機関として、日本出発からご帰国まで最長で90日間というような意味合いの文言が書かれていますね。そういうことですね。で、特に発行に関してなんか手数料とかってかからないですか？そうですね、それはいただいてません。今日受付をさせていただきますと、2日後の対応になるので、はい、土日を挟みまして、来週の火曜日25日に速達発送か、E メールでの送信ということになりますね。E メールでもいただけるんですね。なるほど。そうですね、はい。それはどちらか選ぶっていう形なんですかね。そうですね、はい。はいはい。どちらでも大丈夫ですので。じゃあ E メールでいただいた場合っていうのは、自分で印刷をして、入国審査の時に提示するという、そういう流れですかね。そういうふうになりますね。なるほど、なるほど。わかりました。そうしたらぜひ発行お願いしたいです。はい、かしこまりました。今回では発行は E メールと速達発送どちらがよろしいですか？ E メール。E メールですね。はい。かしこまりました。はい、ではどうぞ気をつけていってらっしゃいませ。はい、ありがとうございました。どうも失礼します。はい、それでは失礼いたします。はい。ということで、証明書はですね、きちんと送っていただけるということになりました。まとめます。カード会社に問い合わせれば実際に証明書を取れます。場合によって保険会社に取り次ぎが発生することがあります。証明書には特に期限は設けられていないようですね。ですので一度取っておけばそのカードを持つ限り使えそうということです。証明書発行に手数料はかかりませんでした。1週間弱で割とすぐ発行をいただけるとのことでした。E メールか速達かどちらかが選べました。E メールの場合は自分で印刷して保持する必要があるということです。で、これは係の人がね、言ってましたけど、証明書発行のこういう問い合わせっていうのはね、それなりに存在するっていうことでしたね。だから割と一般的な手法と考えていいんじゃないでしょうか。年会費完全無料で海外旅行保険がね、自動付帯されるカード、本日ご紹介したものだけでも3種類ありましたので、そこにね、何か他のメインカード、ご自身で使われているメインカードを足し合わせれば、ほぼコストかけることなく1000万円近くのね、保証を得られるっていうことになりますので、これがあれば万が一海外でコロナにかかってしまっても、隔離生活を余儀なくされたとしても、よほどのことがない限りはカバーできるっていうのは、本当にありがたいことだと思いますよ。ということで本日のね、ご紹介は以上になりますけども、僕が申し込んだエポスカードはね、もうすぐ到着すると思いますので、そちらの証明書もね、取得したところで、また皆さんに何らかの形で状況のね、報告をさせてもらえればと思っております。今回ご紹介した手順、誰にでもできますし、本当にお金がかかりませんので、ぜひ試してみていただきたいですね。やらない理由はないとも言えると思います。最後にもう一度言いますね。エポスカードの保証額270万円、レックスカードが200万円、横浜インビテーションカードが200万円ということで、海外でね、入院せざるを得なくなった場合の医療費、こちらの合算が保証額に
なってまいります。もう一度言います。合算できますからね。カードはかさばるので、あんまり何枚も作りたくはないんですけど、僕はね、メリットの方が大きいと感じますので、全カードできればね、制覇しようかなというふうに考えております。来たる渡航緩和に向けて万全の備えをしていきましょう。皆さんの中でもね、他にもっとこういうテクニックあるよという情報をお持ちの方いましたら、ぜひコメント欄で教えてください。今週に関してはですね、ライブ配信をちょっとね、僕が仕様がありまして、スキップとさせていただきます。またね、来週実施したいと思いますので、といってもね、平日もなかなか編集の時間が取れなくて、ライブ形式での日々のニュースの更新をね、皆さんにご報告、配信させていただいてるんですけどね。ということで、今日の動画は以上になります。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。